どうもどうも、こんぱんだー。皆さん、お疲れ様です。どうもどうも。今日もまったりアースリバイバル配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、今日もやっていきましょう。今日はね、タイトルにも書いてあるんだけど、そんな大宮ヒっていいのかって思ってしまいがちなんですが、おっとしょっぱなちょっと大問題が発生してるぞ、これ多分。これ大丈夫かな。ええなんか、映ってるからいいのかな、これ配信できてる。なんかね、パンダから見てる配信画面っていうか、めちゃくちゃバグっておりますね。なんなら画面半分消えてるね。大丈夫なのかな。無事配信ができているのかがわからない。こんな時は直接開く。なんか2個タブできてそうな気がすんな。あれできてる。配信自体はできてんのかこれ。なんだ、若干バグっただけ。なんだろう。きっと誰かが教えてくれるはずだ。きっと誰かが教えてくれると信じてやっていこうかな。で、今日は何をやっていくかっていうと、ここ最近の配信の中で、あの、始めたばかりの方が増えてきたなっていう印象がとても強くて、で、その始めたての方の、進捗具合がみんな各々違うので、疑問に思ってることも違うとは思うんだけど、やっぱりね、ほんとスタートした時って、パンダもこのゲーム、こういうサバイバルゲーム自体が初めてやったゲームだから、本当に困惑してたんだよね。あ、川の水飲めんだ、飲んでみたらお腹壊したとか、なんかお腹空いてる、食べ物どこにあんのとか、そういうところから最初すごい壁にぶつかるんだよね。であとは、ある程度食糧難とかが回避できて、ストーリーを進めていくっていう時に、なんかワープポイントとか、解放したら、ワープできるからすごいスムーズにいくんだけど、その解放するまでの間は結局、ね、徒歩で行くなり、バイクで行くなり、自力で行かなきゃいけないというね、問題があって、ストーリー進行上、ね、近くを通ったりするときに、ちょっと寄り道して解放とかしていけば、そんな問題にならないんだけど、そういう探索をするっていう概念がそもそもない方、あんまりゲームを、されない方とかは、その探索して、こう、マップを広げていくとか、どういうところに何があって、みたいな、そういう把握するっていうことを、まず、する習慣がないんだよね。なので、単純にこう、ワープポイント買ってるけど、あれなんだろう。とりあえず、ここに、今、どこどこ行けって書いてあるから、行こうっていうので、後回しにしてって、結局そのワープポイントはマップ上には載ってるけど、いざ出ていくと、最初マップを見る癖もないから、今どこにいるんだみたいな。そんな感じで結構各々ね、どういう悩みがあるかは別なんだけど、結構悩んでることとかがいっぱいあると思うので、そういう疑問を解決していきたいなと思っております。
結構ね、質問がね、Twitter の DM とかにも来てるんだけど、多いのが、やっぱり再構築、融合データについてが一番多くて、それについても触れていきたいなと思うんだけど、もしね、本当に一番最初の状態で、まだわからないよっていう方、あとワープポイント遠いみたいな、単純に遠いっていう方は、パンダが車で送迎します。あの、ワープ解放の旅でも全然お付き合いしますので、お気軽に言ってください。で、パンダは今ね、一番何が心配かって、この配信自体がちゃんと無事にね、公開されているかが一番心配です。画面がね、ちょっとおかしかったんだよね。一応システム上では公開になってるんだけど、とても心配でございます。では、まずね、冒頭の説明としてね、結構、なんだろう、いろんな質問が飛び交っちゃうと、なんかそういう類似する点があったりでごっちゃになっちゃうので、再構築から先にね、説明していけたらと思います。まず再構築とは何か。これはね、配信の中でも説明したんだけど、もうパンダはね、再構築しちゃってるから、あれなんだけど、この黄色い装備がレジェンダリー、まあ、レアリティがレジェンダリーっていうレアリティのものになるんですが、このレジェンダリーの武器には最初から、まあ、大体最低で4つはついてるのかな。4つの生達がついてて、まあ、運が良ければそれにランダムの生達がついている感じのものとなります。原ソさんいらっしゃい。コンパンダーがダブルできた。これ原ソさん今見えてる？なんかちょっとバグがあって、パンダの方ではバグってるんだよ、まだ。配信、見えてるかな？声は聞こえてるかな？問題なければ全然いいんだけど。入れてるっていうことは問題ないかな？見えて聞こえてます。了解？見えてるそうなので、続行します。で、一番わかりやすいように、全部同じです。武器があって、頭装備があって、リュックがあって、服があって、トップス、ズボンがあって、ブーツがあって、グローブがあってっていう風に、武器と防具分かれているんだけど、すべて再構築やることは一緒なので、今再構築できるものにちょっと切り替えますね。どっちだっけ？これか。グローブ。で、今ちょっと再構築チケットがそんなないので、そんなできないんだけど、現状今、上からシールド、防御力、弱点ダメージ、グレネードランチャーダメージ、シールドっていうステータスが上昇する項目がいくつか並んでおります。再構築っていうのは、この中に出ているステータスを別のものに変えることができる、なんていうんですか、オプションというか、機能となっております。ただ、一回その再構築っていうものをやるためには、この再構築設計図というね、その専用のアイテムが必要となっていて、これは、レベルが上がり、防具、武器ともにね、30レベル、40レベル、50レベルと上がるごとに少しずつ枚数が増えていきます。まず1回やってみますね。現状、シールド、防御力、弱点ダメージ、グレネードランチャーダメージ、シールド。これを再構築1回押すと、この再構築前、再構築後と2つ出ています。変わった点があると思います。よく見ると、一番下のシールドが今度、持続性強化になっているのがわかると思います。で、上の4つは変わっていません。この再構築っていうものは、各々の武器の、この金色の装備に関しては、上から4度目までは固定ステータスとなっていて、これは、何回再構築しても別のものに変わることはありません。ただ、この右側にある、実数値またはパーセンテージ、これが上昇したり
まあ下がって、まあ弱くなってみたりっていうのを繰り返すだけになります。シールドとかのステータス上限。上限値は融合から見れるよ。全部。ちょっとお待ちください。次行くから、その時。で、この上の4段目までは固定ステータスになって、別のものに変わることはないけども、もともと持っている実数値またはパーセントが変動するというものになります。再構築をすると、その5段目から、まあいろんなものが出てきて、まあ、次もう一回やると、また違ったものに変わります。まあ、今回はたまたまね、フルオプ、全部のオプションが出て基本ステータスが上がったので、まあ、ちょっと強くなりましたね。今度は1個じゃなくて2個追加になっています。こんな感じでね、自分が求めるステータスが出るまで永遠と再構築を繰り返していくというものになります。とてもとても長い道のりです。ただこの再構築にはコツもありますし、落とし穴も当然あって、まず落とし穴に関しては、このステータスには同じくレアリティがあって、紫のエピック、で先ほど言った金色のレジェンダリーというレアリティが存在して、当然金の方が強いステータスになります。ただ、どんなに強いデータを出しても、今下にある通り変更と続けるとあって、この変更を押さない限りは切り替わらないまま放置されてしまうので、ちょっと忘れて、そのまま続けるポチッとしてしまったら、もう消えてしまいます。もう一度変わってしまったら元に戻すことはできないので、そこだけ注意をお願いします。まず変更。ポチ。自分の求めるステータスが来たら変更すと、その新しいものが左側に来て、右側は空白と。この状態になります。で、もう一点ね、これは各々やっていくうちに徐々に覚えていくもので、一度に全部覚える必要はないんだけど、このステータスというものは、同じ部類、グローブだったらグローブからグローブ、ブーツだったらブーツからブーツ、という形に、ステータスを引き継ぎすることができます。引き継ぎはこの再構築項目の、この右隣、チップ引き継ぎとあるので、この引き継ぎを押していただくと、このような画面になります。まあ、試しにしてみたいと思うんだけど、はい。今2種類のね、グローブを設定しました。この時に、現在、すぐ下に固有ステータスというものとランダムステータスというのがあって、これは各々上から4段目の固定と、その4段目より5段目から下のね、ランダムステータスというものがあります。これはノーリスクで何回でも引き継ぎができます。試しに1回やってみますね。まあ、単純にここ矢印が動いてるので、そのままなんですけど、引き継ぎを押すと、2つの装備がバインドされます。よろしいですかっていう選択肢が出て、OK ボタンを押せば入れ替わります。本当ノーリスクです。ただ、このバインドというものは、この鍵マークがついてるのが見えると思うんだけど、中にはこの鍵のマークがない状態で製造できる武器と防具が存在していて、それは取引所に出店することができます。もちろん売れたら金塊としてね、なかなか金塊を集めることが大変なんだけど、最初からまあ5万金塊とか10万金塊とか、後々ね、何かを素材を買ったり武器を買ったりするために役立つ金塊を入手する経路となっているので、もしそこまで急いでないのであれば、鍵がないものは鍵がないもので保管していて、鍵がついてるもの同士でやると一番リスクなく、効率よく強化ができるものとなっています。単純にこれ、固定の4つが入れ替わったんですけど、これがね、さっき言ったエピックの紫の強いデータ、さらに強い黄色のデータとかあった場合、それもお互いに引き継ぎができるので、まあ、保管用に残しといてもいいし、メインの装備に移して、まあ、自身の戦力を強化したりということもできるので、まあ、さっき言った誤って消してしまったり、
というのも、このもう一つ予備のね、装備や防具を準備しておけば、全くないとは言い切れないんだけど、まあ、おそらく発生件数は減らせるかと思います。そしてこれ引き継ぎするメリットがもう一つあって、さっきお伝えした通り、再構築というのは、一回再構築するごとに固定以外のステータスが全て変わります。で、予備当てろを当てれたら一番嬉しいね。ただ、この引き継ぎで、その4つの固定ステータスを別のものに移している場合、その4つのね、固定ステータスだけを厳選することができるんですよ。再構築の下のランダムはやるごとに全く別物に切り替わってしまうけども、全く関係ない予備の方に、この固定のステータスを、引き継ぎして、そこで、4点だけね、この固定の4つのステータスだけを自分の求める数値まで厳選をすれば、まあ、全くいらない再構築の下のランダムステータスが変わってもね、問題ないので、いくらでも求めるだけ強くできると。で、強くし終わったら、メインのところにまた引き継ぎをして元に戻してあげたら、その分戦力を上げることができるっていう。まあ今聞いてもね、なかなかね、まだ再構築、引き継ぎとかをやっていない場合ね、なんでそりゃってなるかもしれないんだけど、まあ一つ知識として覚えていくと、いざその時に、あ、こんなこと言ってたなっていう感じで、全く知らないよりはスムーズにできるかと思うので、ちょっと頭の隅に置いといていただけたらと思います。で、今コメントで流れてきてた、シェードの再構築などは、融合のね、この変更ボタンを押してもらうと、ここにね、もう数値が書いてあるんですよ。横に。シールドがいねえ。シールドがいねえぞ。いた。いた。253。まあ、これが、再構築で出せる、まあ、いわゆる再構築っていうものになっていて、これ以上上げたい場合には、まあ、自分が求める水準まで上げてから、またシールドの、データを集めてきて、まあ、3枚、7枚っていう感じで、さらに強化することは可能となっています。あくまで再構築で上げるためには、ここの書いてあるものが全部限界値となっているので、ここまで。まあ、限界値から限界突破ではないけど、データ融合としてね、同じ名前のステータスのデータを集めれば、その都度評価はまたできると。パンダもね、まだね、2段階までしかしたことがなくて、一体どの段階までできるのかはまたね、ちょっと把握しきれてないので、その点だけは申し訳ない。まだね、2段階までしか出てない。3枚使って、次7枚使って、その次はまだあるんだけど、まだやったことがないんだよね。おそらく、限界ないと思うんだけどね。結構やってる人めちゃくちゃ数値高い人いるから、無限ではないにしても10回ぐらいはできるんじゃないかなとは思っている。まあ、そこはね、分かり次第またお伝えしたいと思います。まあ、今日はね、今、前回の質問等に関して一番このデータ融合と再構築が多かったので、冒頭にお伝えしてるんだけども、まあ、基本的にはね、始めたての人も分かるような、なんか、序盤にね、こうした方がいいよとか、そういうものも含めて配信でお伝えしていきたいと思うので、何かあれば質問してください。最大レベル。あ、3回、4回で終わりなんだ。そんな早いんだ。ありがとうございます。2回までしかやったことないんだよね。そんな早いんだ。もうちょっと上げれてもいいよね。ありがとうございます。正直ね、ファンダもね、あんまりね、最初の再構築はめっちゃしてたけど、融合データに関しては、なんかめんどくさくてやんなかったんだよね。今回はめっちゃ頑張ってるけど、ありがとうございます。3回、3回、4回ぐらいまでは、自身でデータを集めたら強化ができるということでした。では、本編に移していきたいと思いますが、何かパンダがね、解決しますと言ってるけど、わかんないことも当然あるので、間違ったこともあるので、その時はその都度、言ってください。ファンダもね、知識を上書きして、できるだけ正しい情報をね、
発信していきたいので、まあその時はね、遠慮なく言っていただいて結構です。ただあんまりきつく言い過ぎるとパンダシュンってするので、優しめにお願いします。本気でシュンってするから。で、ここ最近、初めて、3日とか1週間とかいう方が結構多くいらっしゃって、まあ、ファンダは超新星サーバーなんだけど、まあ別のサーバーね、まあ巨大惑星が一番多かったんかな。まだね、クロスプレイ要素、まあエリート戦場とかは、まあスナイプ機能がまあ一応使えるので、まあ同時にエントリーをしたら、まあ敵か味方か一緒にできるっていうのもあるんだけど、それ以外はまだね、何もないので、まあその都度ね、こういう配信の場だったり、パンダも配信で交流ができてるメンバー用のサーバーを作ったので、もしご希望の方はね、まあ、無限に入れてしまうと大変なことになるので、一応ね、概要欄とかにファンダのツイッターを、リンクを貼ってあるので、まあツイッターの DM とかから、まあ、サーバー参加希望ですぐらい DM 送ってくれたらと思います。そしたらファンダから招待を送るので、まだね、5名ほどで活動してます。あくまでその配信上でね、交流ができている方のみの招待として今、お支えをしているので、全く知らない人がそんなわんさか増えるわけではないのでね、その点はね、ご心配なく、楽しくわちゃわちゃできたらいいなと思ってるのでね、少しでも気になった方はね、遠慮なく、どんどん、なんか希望ですって言ってください。今日はまだあれかな、始めたての方はいない感じかな。そしたら、パンダも月曜日に備えて、素材採集に行こうかなと思うんだけど、まあ、採集中も全然話はできるので、まあ、変わりはないんだけどね。まあ、今日はレスキュー作戦が終わったら配信を終わろうと思ってるので、それまでの間でしたらいくらでもお答えしていきたいと思います。ちなみに、増田さん、増田豊さんでいいのかな？サーバーはどちらで活動してるんですか？今日は配品集めたいんだけどな、どこがいいかな？フェイトの方がいいかな？増田さん、ギルド戦の陣地取ったら色変わるようにしてほしい。めっちゃ思う、それ。わかんないよね。なんかあんなわちゃわちゃしてて戦闘しててさ、その時に取られてんのか、上にさ、なんか誰かが、なんか、リアクションしてるみたいな文字は出てくるけど、わかんないよね、とっさに。これ本当思う、それ。提案は誰でもできるけど、パンダで影響力あるのか？してみようか。あ、大吉さんのさんいらっしゃい、こんぱんだ。この前ごめんね、ちょっとなんか話してる最中にちょっと来客来ちゃって、ちょっと離れてしまって申し訳なかったです。でもいろんな提案はあるよね、今ね。ほんと変えてほしいこととか直してほしいこととかさ。まあね、そんなね、いっぱいやってもなかなか難しいんだろうけどね。まあそんな中、27日にね、新しいペットが出たり、武器が出たり、チップが修正されたり。あなたチャットしたことあるよ。配信者がすると聞く耳をつかむ。結構配信者の人もね、あれだよ、ガンガンめっちゃ、要望出してるよ。アスリバの公式ディスコードにさ、要望欄なんか不具合の申請欄があって、そこにガンガンみんな書いてるから、めっちゃくちゃあるけど、ギルド戦に関してはまだなかったかもしれんな。それかもう過去にあるのかもしれないね。もしかしたら。誰かがやってくれたかも。そしてチャットしたことある？え？名前一緒？パンダもね、若干ね、ちょびっとね、ちょびっとかなわかんないけど、記憶障害の、ちょっとあって、なんかとっさにね、忘れてしまうこともあるんだよね。全く名前違かったら、それはもう、わかんないけど。同じ名前だったらごめんね。
廃品。木材は残していいか。マジか。話したことあるのか。姉貴さんいらっしゃい。お疲れ様です。でも前回もなんかね、昨日話しましたよって言われて、やべえと思ったことはある。でも名前が一緒の人と違う人もいるからね。もう、その時はもう、昨日どこどこで一緒に何か倒していけましたよって言ってください。思い出すかもしれないから突発的に。でも今日はあれだね。始めたての、ほやほやライバーさんがいないね。ライバーじゃねえや。ハワイバーさんがいない。ライバーは配信者だ。ほんとね、始めたての方がいたんだよね。昨日3人ぐらいおったんだよ。まだワープも開放してませんっていう方もいたし。で、本当は個別にっていうか、結構、序盤のことを動画に上げようかなと思ったんだけど、何を上げていいか分かんなくてまだやってない。この前みたいな不正はやりすぎだけど少し入れた方がいいな。ファルコンそんな初めての方は禁止定より貴重。そうそう、パンダがさ、一番始めたての時にミスったことって、チップを、もう、溜まった瞬間からエピックに変えて、エピックからレジェンダリーの金チップに変えてしまったことなんよね。そう、絶対数どんどん減っていくじゃん。課金していくらでも、なんだろう、補給ができる人だったら別にいいけど、無課金でやるつもりとか、もしくは美課金でやっていこうとしてる人は、マジ死活問題なんよ。ただ現状どこまで進んでるかわかんないから、まあ、チップとかをこうつけ始め、まあ、強化し始めたら、まあ、教えてね、ぐらいで終わってた気がするんだけど、ほんとね、ただね、なんていうのかな、もうパンダもこのサバイバルゲーム的なものを初めてやったけど、まあ、こういう、なんだろう、似たようなゲームはやったことあるから、なんとなく進め方はわかるけど、本当にやったことない人からしてみたら、なんだろうね、どう進めていいかもわかんないよね、きっと。対人戦の捨て補正20人で囲んでも倒せない。20人倒せも倒せない。誰だそりゃは。ホープさんとか、超新星サーバーにもものすごい強い人はいるけど、本当に20人で向かっていっても、多分なんかフロストとかで回復したら、全然回しちゃって全然倒せない人はいるよ。なんか防御力9000とかさ、シールド4万とか。なんかシールド4万より防御9000の方がさ、絶対強いよね。そもそも硬いもん減らないからね。いくらシールドがいっぱいあっても防御低かったら削られちゃうから、怖いよな。でも今日取引所見たらね、あれだったね。なんかデータがさ、攻撃はまた高かったけど、防御がめっちゃ暴落してたんだよね。あ、暴落組なくなってるわ。なんか12万とかあったんだよ。12万、15万とかが。あれだったら若干金塊集めてる人だったら手が届いたんかなって思うな。今は一番安くて17万だけど。まあ、今期に比べたらまだ全然安いから、ワンチャン、固定1箇所分高いよね、37万。
ジャブタク41番だもんね。ボーゲームは装備の耐久なくなるから倒せるからいいんだけどね。装備の耐久がなくなる。どんなゲームだろうか。安いと思ったけど、それを12個。まあ12個なんだよ。でも攻撃は、あ、そう、10個じゃなかった。12個だわ、そういえば。まずそう、俺、丸もそこ勘違いしてたんだよね。エピックデータ10個集めてやろうと思ったら、あれできねえなと思ったら、12個みたいな。全然少なかった、ここ。移動します。ここないもんな。どこがいいかな。ここないな。どこが一番廃品と多いんかな。ここか。このさ、隅っことか。なんか兵士がいっぱいいそうなところがありそうだよね。なんか。その、グローブをね、一度で作りたいんだけど、廃品がなくなってしまったんだよね。ない。どこがある。できれば、モンスターもいてほしいんだよ。モンスターの素材も必要だから。実験室。フェイト5。フェイトは今行ってきた。はじめのテレポ、ここか。あ、こっちか。上か。あれどっちだっけ最初って。自分廃品回収ですけど、いまいちわからない。俺ずーっとさ、鉱石と木材しか集めてないから、その2つはわかんだけどさ、ここ多い。じゃあここ行ってみるわ。廃品全然触ってないのさ、ペガサス号来てから。あ、ここだ。来た。本当にね、廃品全然集めてないから、電磁研究室とそこから上に向かった通路ほど。じゃあここに固まってんだね。待って、下も取りたいな、全部。あれねえやん。もう全然ね、廃品集めてないんよ。ジョブが違うからね。まあ一応今、産物と副産物のバフ飯食っとるから、まあ、まあいいかなと思って集めてる。で、ある程度集めたらまた木材採取に戻るから。お、ないな。ルメイトハブ、テレポ左側。なんか丈夫そうでもいいんだけどね、今木材防具だから、木材がある程度溜まったら変更しても全然いいんだけど、あれ下か。あれないな。あれねえぞ。あった。廃品始める時のおすすめご飯は、なんだろうわかんない。廃品って項目そもそもないから、主産物と副産物でいいのかなと思って食べてきたけど、どうなんだろう。廃品ってないよね。伐採とさ、採石はあるけど。
廃品多分ないと思うんだよな。電磁石研究室からラグランジュ橋に向かって下がっていってもそこそこありますし、中立敵もそこそこいます。いいね。まあ先にこっち行くか。廃品ってさ、いつもめんどくさいよね。そして今回さ、建築ジョブの機材がさ、全然売れてないっていうか、なんか、しょっぱな大暴落してたの。なんか俺、1個500ぐらいいくのかなと思ってたんだけどさ、思いのほか売れてないんだよな。で今の段階でさ、なんだろう、売れてないって、あ、飛んだ。今後さ、金塊集めたりするのがめちゃくちゃ大変になってくるよね。結構超新星、なんか統合する前は結構さ、ジョブ素材はわりかし高かったんだよ。序盤は。で、序盤にみんなわちゃわちゃ作って、後半めっちゃ暴落したけど、それでも、建築資材と、なんだっけ、廃品の素材はわりかし価格維持してて、で、防具と武器の素材は、まあその都度こう変動してっていう感じだったのに、今回はさ、もう速攻落ちてるから、なんかちょっとあれだよね、稼ぎづらいよね。なんか一生懸命探索して素材、あれ、そこじゃねえかった。素材集めて取引所出してもなかなか売れないから、そう、人多くなって、まあ人多くなったことはいいことなんだよね。だから逆にそれで似合うかなと思って期待してたんだけど、なんか違う方向に走ってしまったよね。あらあった。あとはもともと厳選とかをしない人たちもやっぱいるから、その人からしてみたらば買わない、買うっていうなんだろう、習慣がなくて、今は廃品回収、ケプラーの支え。あ、そうね。ケプラー系は売れるかもね。でもある程度落ち着いたから、しばらくは、そうでもないかもしれんけど、逆にさ、始めたての人たちがいっぱい今いってさ、本当のスタートしたばっかりの人はあれだけど、ある程度、ラゴンとかまで来てる組が結構いるっぽくて、ラゴン素材が結構高騰してんだよね。俺単純に売れ残ってさ、残ったやつがそのままあるだけかなと思ってたらそうじゃなくて、結構盛んに売り買いされてるっぽいから、しかも一個一個高えのよ。ほぼほぼ今みんなペガサス号にいて、ちょっとケプラー素材が半々であるから、まあケプラーにちょこっと行くくらいはいるんだけど、ラゴンでガチで集める人っていないから、そうね。まあ適正というか相場ってのは合ってないようなもんだから、別に下げるだとは言わんけど、なんかありえないぐらい下げちゃいけんよね。俺なんか10%くらいだったら全然いいと思う。なんか、1個500で売っててさ、突然それがさ、200とかなったらおかしいじゃん。
みたいな。そしたらこの200で買えんだってなって、ラッキーみたいになった人らが、まあもともと大体その集めるのも大変で、大体400くらいで売りたいなーっても出しても、あ、200で買えるから待ってよみたいな状況になって誰も買わなくなって、まあ、スタミナだけ消費して他に回せなくなって、さあどうするっていう難民がいっぱい増えるんよ。もうちょっとあれだよね。周回要素を増やしてほしいよね。そしたら。まあパーティーとかでみんなでこうまとまっていくものは行くで、それでいいんだけど、なんかこう、ある程度ソロで集めて、まあ個数集めたら何かを作れてとかさ、そういう要素があれば別に、売れないなら売れないなりにやることはさ、あるから、俺何誘導されてんだこれ。あ、これか。まあ、この先どういうストーリーが待ってるかもわからんし、運営さんがね、どういう感じのね、放送してるかもわからんから何とも言えないとこではあるけど、まあとりあえず今んとこあれだよね、27日リスペットのガチャが来て、サンダーのハンマーも来て、で、チップが修正っていうか調整されるっていう、そこを待つっていう感じの、まあ待機するしかないから、あとはそこでどうなるかだよな。まあ中にはそのチップの修正があるんだったらやめるっていう人もいるからね。なんかチップの修正があってさ、なんかちょっと不満に思うのって、きっと課金してる人なんだよね。いっぱい。なんだけど逆に未課金の人たちも、その修正反対組が結構いるんだよ。普通だったら戦力が上がったら、まあ、今まで行けなかったところに手が届くかもしれないって言ってモチベが上がるかなと俺は思うんだけど、修正されて戦力上がるんだったら、めちゃくちゃ課金をした人はもっと上がるよねっていう、そこねが気になってみんな嫌なんだって。まあそんなこと言ってしまったらこういう系のゲームそもそもできないんじゃねって俺は正直思うんだけどさ。なんか箱いっぱい出るけど今日かけら1個も出てないな。臨界多いな。今日は結構静かやな。んここ、あれ、そっか。巨人くんがいるとこか。ここか。巨人がいるとこ。あ、これダメか。中華圏は少数だから、多数の人からお金引き出した方が商売としては成り立つ。おうちにやらんとで、まあ、それはそうよね。あ、竹谷さんいらっしゃい。パンダさん、皆さんこんばんは。あれ早めや、なんでも早め早めだけどね。ある程度、なんだろう、みんながこう、残ってくれるような方向に持ってかんとさ、ますます人減っちゃうから、あれよな。
でも俺の中でさ、そのアセイバをやる前にやってたゲームも似たような感じでさ、もうダメだねって言われ続けたのに、なんか半年後の一回大型アップデがあって、なんか、まあ俺その後そこやめちゃったんだけど、その後1年目で大々的にすごい変化があって、今はなんかめっちゃ楽しい、なんか神ゲームだって言われるぐらいまで進化してるんだよね。だからそういうのがあるから、まあアスリバもなんか不満要素あるけど、まあそういう不満要素がいっぱい出てきて、まあ修正されて、なんかいい感じになるんじゃないかなと思ってんだよね。現時点で結構面白いからさ、楽しんでやってるから、だからその、今後修正するにしても何にしても、なんか、まだ先だとしても、こういうことをなんか、まあ予定としてますだけでもいいから、言ってくれたら、みんなも、そういう、まあ予定あるんだねっていうので、多分、そこまでモチベがね、下がらずに済むんじゃないかなと思ってるんだけど、ないんだよね。あんまりね。今回はなんか事前に結構早かったけどね。ペットが、新しいペットが来ますとか、サンダーの武器が出ますとか、で、どういう経緯で、そういう申告があったかわかんないけど、そのチップを修正しますみたいなね。でそういうのがあったから、今回早かったから、まあ、今後もそういうのをね、なんか、発表してさ、何バージョンはこういう風にしていく予定です、みたいなのを出していったら、あれドロップ費ないんだけどドロップないよ。なんかこっち全然配品ねえな。これパンダはね、レイド好きだからな。レイドをやりたいんだよ、レイド。オーラ耐性みたいな、なんかバカね HP 高いやつは、まあ、ああいうできんだとあれでもいいけど、そこまで求めんから何か、こうみんなで倒しに行けるやつが欲しい。一応フィールドにボスみたいのはいるけど、もうちょっと強いやつが欲しいね。そして周回に数の制限がなくて、何回でもできて、で、すごい低確率でいいから、何かこう、なんかね、レアなアイテムがドロップするとかさ、そういう風にしてくれたら、めっちゃ俺は、周回しまくります。そしてもう少しスタミナが欲しい。今ずっとね、スタミナ、なんか復活をさせたくて温存してたから、まだ2万7000あるけど、1回めちゃくちゃなくなっちゃったんだよね。だからしばらく温存してて、やっとここまで復活したけど、ないと何もできないからさ、本当に。なんもねえな。あれなんか面白いの欲しいな。なんかコード変えたらさ、なんかその辺にいる敵を倒すのがだいぶ早くなった気がするな。いいことだ。まあ今まで使ってたコードの上に上書きで変えちゃったから元のコードなんだっけなって感じだけど、結構早いな。みんな何のコード使ってんだろうね。パンダは属性盛りたいから、強振と無人入れて、この無人は単純にまあ非属性使ってるから、まあ燃えた時、燃焼した時にダメージアップしてほしいなっての入れてんだけど、まあ基本的には
爆発したのに、まあ、連続爆破で追撃して、で、灼熱で爆破ダメージ上げて、また爆発でっていう感じの構成になってます。運勢はおまけ。加速だけ欲しかったんだけど、もう一個何入れようかなと思って。ただ、勝手に爆発してくれるから、弱点に命中時のパーセントで爆発ってこれいらねえんじゃねえかなと思って、運勢にしたんだよな。どっちがいいんだろうな。3秒ごとに 33% の確率で、まあ、8.2% 会心と弱点4ダメージが増加する方がいいのか、まあ、そもそも、この灼熱でさ、9.5% 爆破ダメージ後に上昇するから、まあ、どのみちダメージ上昇率はこっちの方が高いじゃん、単純に。で、しかもこれ爆破ダメージの後にあるから、ここを単純に誘爆にしたら、爆破頻度もっと増えるよね。だから雑魚敵だけじゃなくても、なんだろう、長期間戦うボス戦でも、こっちの誘爆の方がいいんじゃないかななんて思うけど、正直、どっちなんだろうなっていう感じ。でも今は十分にちょっと戦えてる。あれもう一個どこだ？なんでこの重なってんだこんなとこに。まあみんな基本的にさ、強い人たちもそうだけどさ、あんまり自分が使ってるコードって教えたがらないけど、もし、このコードいいぜっていうのを教えてくれる人いたら教えて。パンダに。パンダが強くなってしまうけど、それでもいいっていう人は教えてください。あれ？あ、上か。今日はみんなあれかな？金曜日だから遊び行ってんのかなみんな。みんな花金で飲みに行ってんのかい？あれ、ここだけ箱ないの？ここだけ箱ないんか。箱ない、箱。なんだよ、みんな忙しいのか。そしたらちょっと遅めの配信でもよかったな。今全然さ、再構築もできないし、素材もないから作れんのよね。え最近目悪いんかな？なんかマップにあるけど見つけらんねえな。あ、ここか。思いのほか結構あるな、ここ。
とりあえず月曜日まで新しいデータがさ、手に入らないからな。上これ。下か。なんかあるんだな、ここで。あ、上だ。なんかいるな、そこに。待って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 。危なっ。連れてかれそうになった、今。あれ痛い。やめろやめろ。結構溜まったかな。溜まったかなとか、飯切れてんじゃねえかよ。ご飯、ご飯尽きてる。これ終わりか。さあ、どっち行こうかな。モンスター素材取りに行くか。ぐるーっとここ回って。そうしよう。誰もいなきゃいいな。よいしょ。さあ、空いてるかな。あぶね。ここも結構さ、箱置いてあるよね。あれない。箱置いてあった気がしたんだけどな。あった、ここだ。箱を求めながら廃品を。あ、ダメだ。敵倒してるしいるわ。まあいいや、廃品だけもらって撤退しよう。廃品。宝箱じゃないや。箱。そうそう、廃品欲しい。みんな何してんだ今。なんか一個取り忘れたな、これ。あ、これか。見逃した。箱どこだ、箱を探せ。もっと箱あった気がすんだよな。エデンしてないや、今日。エデンしなきゃ。エデン人いっぱいいる今。
しばらくグラナイトメダルと貯めて毎週1枚ずつバトルパーツ集めてコネクタを強化するっていうね、とこになるから、貯めなきゃいっぱい。イェイ、いた。少ない、少ない。じゃあ行こうかな。ちょっと。イエーイ。こいつ、高く売れるからな、あれ。今日はみんな、あれだね。花金はやっぱみんな忙しいんだ。とりあえず一旦帰って預けてから間行こう。よし、行くぜ。なんかさ、みんなでできるやつ欲しいよな。残響順番に1から回ってみる。昔はあんなに苦戦したのに、今ではこんな簡単にみたいな。残響終わっちゃったよ、もう。今59秒だ。あ、59分だ。思い出で助かりました。俺結構忘れてること多いけどさ、あ、なんかできる。そう。突然現れるじゃん。ええ君はファンダの激鱗に触れてしまいましたね。君どこにいるんだい？なんか敵からなんか倒したのにダメージ食らってんなと思ったら敵じゃなかったよ。どこだ？俺どこで死んだ？どっから出てきたんだよ、マジで。あれ？どこだ？
で、よし、70枚ゲット。で、さっきの方どこ行ったん？もういいや。もういないかな、そもそも。なんないか。上がんなかったな。あ、誰かいた。ぬんちゃんがいる。時間まで待機。だ。あと120秒。さあ、みんな何してんだい？これ終わったらまだ7時台なんだよな。8時になったらエリート戦場ができるからさ、アスレバーやってたらスナイプでさ、みんなで一緒にやろうぜってなんだけど。バカだからなんかないかな。全属性と、待って、汎用ダメージめっちゃ売れてね？超売れてんじゃん。いつもここ十何セット販売されてんのに。汎用ダメージあと1セットしかないんだけど。あ、期限切れか？出品の期限切れて回収された？バトルパスのクエストのためにヴィーナスマッチング待ち。あれ変更できなかったっけ？別のやつに。コア売ってないかな、コア。もうなんならエピックコアも売りに出してほしいわ。欲しいよ、めっちゃ。よいしょよいしょ。
終了。終了しました。僕の車これ。いいなぁ。白黒の車欲しかったなぁ。4回すればいいだけなんで、そのまま。ああ、なるほど。俺4回だったらめちゃくちゃ死活問題なんだけど、俺。1回もマッチングしないで終わっちゃう。今日あれやったっけ俺。精鋭。あ、やってないやん。今日の1000円は非属性できました。どうぞ。あ、外した。一発も当たんなかった。54秒。48、何出したんだっけなあれ。氷行ったんだっけな ?48 秒って。忘れたな。てかさ、なんで俺こんなさ、いっぱいあんのこれ。なんか、晴れそうさんこんななかったよね今、石とか。これ俺まだクエスト終わってないやつあんのかな。クエスト終わったらこれもらったんだよな。まだ完了してないってこと？そう、なんかね、クエストやったのよ。やって、なんか最後、なんか機械に入れて終わるんだけど、そしたらこれ1個もらったのよ。この、サンプル系のやつ。この後でもう1個何かあるのか、ただ単に俺、言ってないだけなの、言ってないだけ言ってないだけなのか、これはこれで消せないのか、わかんない。多分俺終わって全部やってるはずなんだけどな。やってないやつあんのかな。やってるよな。最後におじさんに話しかけないと終わらない。終わらない？じゃあ俺終わってないのかな。なんかクエスト完了って出たような気もしないでもないんだけどな。
やってこよう、じゃあ。もしかしてもう手遅れのやつかな。いわゆる、その時受けたやつ、その時にやらないと永久に消えない系のバグ。誰かなんか弁当のやつ、行き忘れたら弁当消えなかったって言ってたな。それと似たような感じ。この辺だよね。何びっくりしたー。何してんのかと思ったら。うわ、こいつじゃない。おじさんに話しかけたらアイテム系でスッキリします。マジか。おじさんどこだっけ？おじさん。できるはず。おじさんを求めて。あれ、おじさんどこ？あ、やっぱさっきの人か。俺、うわって言われて、うわって。この人か、この人。うわしか言わないよ。いてえな。なんか追っかけてきた。あ、なんか銃声音消えた。あ、音戻った。その辺にいる。その対策、ロボット使うとなるよ。俺もなんかやったことある。なんか。行けは行けすぎ。行けは行きすぎて、この辺にいるってことか。おじさんを求めて。あ、さっきの違う？うわって言われた。うわって。めっちゃ嫌がられたの。失礼な。探しながら行こう。でも、このまま行ったらまた池行っちゃうよね。おじさんいないよ。あれ？おじさんいなかったぞ。俺、この辺やった記憶はあるんだよね、俺も。えあ、おじさんいた、おじさん。あ、違うおじさんだ、これ。これ違う。おじさん違いやわ。道路脇？道路脇。これおじさんいた、おじさん。
こいつか？あ、話しかけられる。あ、このキャラクターは何も言う気はありません。違かった。違かった。なんだお前。何のためにいんだよ、そこに。期待させんじゃねえよ。なんだよ、めっちゃテンション上がったじゃねえかよ。おじさんを探せ。また池まで来ちゃったわ。こいつじゃないんだよね。そうかも？こいつ？このキャラクターは何も言う気はありませんって。話すらしてくれないけど。お前、お前、話しら、違った。あれ、おじさんどこ？おじさん。もう、こっちしかないんだけど、あと。あ、おじさんまたいた。違うおじさんいた。これはいい装備だな。きっとあんたも、アンベア正体みたいな英雄になるぞ。うわ、またうわって言われた。またうわって言われた。あ、そらさんいらっしゃい、こんばんは。お疲れ様です。池の手前？多分ね、俺一回やってんだよ、多分。やってさ、変な機械にさ、石を入れて完了みたいななってたと思うんだよね。で、その石が消えてないんだよ。それか映ってないだけ？早すぎて。こっちから攻めていく、今度。俺なんかやった記憶あるんよね。このさ、ここら辺で使った記憶あるんだよね。おじさんを探せ。緊急ミッション、おじさんを探せ。待って、熱くなってきたね、これ。緊急ミッションだよ、緊急ミッション。おじさん見つからねえのよ、おじさん。何ここ？とりあえず氷で壊せたぜ。どういうこと？何かあるここ？え？おじさんに報告書消える。おじさん、どこに旅立ったん？おじさんを探せ。まず緊急。そのさ、おじさんさ、報告したらおじさん自体消えちゃうとこじゃなくて、もう報告してるからいないとこじゃないかな。もう終わってるとこじゃないんかな。マジ、おじさんどこ？これ売れるかな、まだ。売れるなら持ってきたいけど。あ、売れそう。売れそう。俺さっきからスルーしまくってけど売れそう。なんか売れそうだな。これ、でもスタミナめっちゃ食うんだよな、これ拾ってると。これ何？
初めに浮いている板のところから乗ればくれ。違うな。これはギミックだな。おじさん。多分もう出てこないおじさんなんだ、きっと。いないもんだって。磨いてないアイテム？えこのクエストってさ、そもそもさ、ここで見るのももう見れなくない？何かで受けれんのかな？こっちじゃねえな。裏話じゃないな。溶岩。こっちはラゴンだな。もう永久にクリアできない系のあれかな。さあ、どうしたものか。もう反対側まで見に行くしかないな。こっちでもなんかおじさんいた気がするんだよな、でも。この辺。なんかいる。誰かいる。なんかいる。なんかいた。あ、また、このキャラクター何も勇気ありません。なんかの時にさ、このさ、岩の後ろあたりになんかいた気がするんだよな。おっさん。おじさんを探せ。ちょっと来すぎた。とりあえず人の姿を求めて。なんかどっかで人いたよな、この辺にも。
おっさんどこだ、おじさん。こいつ違うし。こんだけさ、結構、感覚狭めにおっさんいるから、他にもおじさんいてもいいよな。この辺に。お、誰かいた。これは、あ、またこうやって言われたわ。違うな。とりあえず探し回っておりますけど。おっさんを求めて。おっさんどこだー。いない。やばい。謎のおっさん。飛べい。あー。やばいよ、これなんか見つかんないやつなんだ。もうその時を逃したらもう無理なやつか。弾はここですよ、弾。クエストのクエストはどこで受けるの？あれ、そもそもなんか進行だった気がするけどな、あのクエストって。全部終わったら、何が終わってないんだ。何が終わってないんだ。受けてすらいないってこと？ええー、何が終わってないのかがわからん。全部加工後って書いてあるよ。加工後の円結晶群。終わってるよ。
全部終わってる。全部100%だもん。謎。何カウントされない謎のエリア以外が存在するのか。俺やった気がすんだよな、ちゃんと。どこかに何かが存在すんのか。とりあえずギルド飯先食ってくるね。おじさんに話しかけて終わったけどあれだけ残ってるみたいなことじゃないんかな。あ、お腹壊したわ。お、これはレアが2人できるぞ。青カマスいるかな。青カマス。これ青カマスまだなんだよね。青カマス、青カマス、青カマス。いらねえ、クラゲいらない。青カマス、青カマス。青カマス。来たー、青カマスいた。よし、やっと釣り上げてやれる時が来た。取りに行ってる時間はない。お前何分からいたんだこれ。緊急事態だ。青カマスがいる。こいつ全然来ないから全然釣り上げらんないんだよ。ちょっと、先に釣らせてくれ、こいつを。青カマス一匹も釣ってないから図鑑が埋まらないんだよね。さっきのおじさんめっちゃ気になるな。おじさんもはや石なのかおじさんなのか分かんないんだけど。気になるわ。25匹で釣れるかな。早く来い。鑑賞用釣れても全然水素に入れられないけど。やっぱりバグなんかな。やばい。なんかそろそろ何気に40分でいなくなりそうだな。この時間的に。やばい。急いで釣らなければ。早く早く。
ルアー買えばいいのか？干渉やつ釣りやすいルアー。あのルアーもったいないよな。あれだ、これは釣れなそうだな。ちょっと時間がもったいないから、しょうがない。ルアー買おう。ルアー買います。釣りショップどこだっけ？あ、釣りショップってあれか。出ないのか、土曜日しか。ええなんだよ。次来たら買っとかなきゃ。青カマス欲しい。来い。全然釣れなくなったな。やばい、もういなくなったら絶対。40分にいなくなる。40分じゃなかったら45分か。ダメかな。青カマスが欲しい。くれてくれ。来い。あー。おあ、40分いる。あ、45分だ。そしたら。15分だから。まだチャンスはあった。青カマス。来い来い。全然動かないじゃん、今日。宝箱も釣れないし。知らないうちにルアー使わないと釣れなくなったとかじゃないよね。全然釣れねえ。お、来た。動いた。やっと動いた。宝箱とかやめてね。宝箱はやめてくれよ。あー、アフロ行ってらっしゃい。ナイス。
なんだよ、絶好のチャンスだったのに、宝箱。宝箱、あと4箱出るからな。宝箱だった。事前に4箱、5箱釣った後に来てたらさ、確定だからさ、よっしゃーってなるけどさ、今日釣りしてないから、あと4回宝箱の可能性あるんよ。5箱出るから。多分45分、何分からいるか分かんないけど、多分45分だと思うんだよな。時間的に。もしくは、35分から出て、8時までじゃないな。分かんないな。いつ出てるか分かんないね。俺は青カマス1匹さえ釣れればいいんだよ。今43分だからワンチャン45で消えちゃうから。頼む、頼む。もう頻度がさ、めっちゃ少ないからさ、エリアにいるやつはさ、まあワンチャンさ、回ってるうちにさ、遭遇ってあるけど、このギルドのやつ、ガチでさ、時間が合わないとさ、そもそも魚群に会えないし、魚群もランダムだしさ。今日は2個出てるけど。やばいよー。そして今、ツイザーを、じゃあ、ルアーを25個しか作ってないから、まだ作んなきゃいけないタイミングで消えちゃうかも。最近なんか魚群にあっても釣れないんだよな。もう全然ダメじゃん。急げ急げ。頼むよ。いつもこんなかかんないのにな。あっさり釣り上げるんだけどな。頼む頼む。これがラストチャンス。はい。もう動きすらしない。動きもしない。消えましたってなるか？まだいるな。あ ?45 分なった。まだいるな。これはワンチャン、あれだな。8時コースか？ちょうど出たばっかの時に遭遇したかな。それならちょっと今のうちにルアーを作りましょう。ああ。絶対これルアーじゃないよね。おにぎり作ってるよな、これね。手の動きが。ルアー作ってる手じゃないんだよ。おにぎり作ってんだよ。なんか団子作ってるみたいな。そんなさ、コネコネしてルアーできるの？めっちゃ才能だよ、それ。ちょうどだったね。最後の1回ってやめたのがちょうど25個目だった。さあ、来い。いや、マジだ。25分の1回宝箱みたいな。超低確率だけど。っていうか30分の2なのね。このペースでいくと。そんな出ない。泥団子の天才。そう、ルアーと言いつつ泥団子で釣ってんでしょ、これ。そりゃ釣れないわ、泥団子じゃ。エピックとさ、干渉用のルアーができたから確率下がったんかな、もしかして。そんな簡単に釣られてもあれだから。そういうわけじゃなくて、たまたま俺の運が悪いのか？今まで結構釣ってきたのにな。あ、動いた動いた動いた。さあ、これは宝箱なのか？
観賞魚の青カマツなのか、どっちなんだ。来たか来たか、お、来たー、いったー。うわ、キモ。何これ、何この色。何この色って言うけど、多分今までの鑑賞の中では多分一番綺麗な色してんじゃない、もしかして。しかも消えた。え、釣ったら消えたけど。やばくない俺。最後の、本当の最後の一匹で釣ったじゃん。危なかった。超ギリセーフ。マジで。多分、鑑賞魚の中では一番綺麗じゃない多分。水槽に入れたら一番早いんじゃね。これ入れられるやつかな、なんかちっちゃそうだよね。山本太郎さん、こんばんは。寝坊したおしりペンペンね。おしりペンペンです。最高の展開。消える直前に釣り上げた。なんかねさ、あのサイズ的にさ、なんか入りそうじゃない？もしあれが入るんだったらさ、あれを狙いたいよな。ちょっと見てこようか。あ、そっち入ってるわ。入れられるかな。青カマス、青カマス。あ、入れる。最高じゃん。コスト4。あ、こいつ釣りたいわ。いっぱい。入りました。青カマス、ついに。今日はレスキューだよ。散々待ちに待ってやっと釣り上げた青カマス。おそらく観賞魚の中で結構綺麗な部類。こいつ入れたいな、いっぱい。他の魚さ、入んねんだよな。やっぱ大型水槽がないとさ、この大黒竜入れらんないからな。水槽に魚が入りました。やっぱ青カマスが一番綺麗だな。観賞魚って感じ。とりあえずお腹グーグー言ってるからトイレ行かなきゃ。よかった、釣れたな。魚あと何匹だ？あと2匹。これペガサスかな。ペガサスでさ、モフニャンは釣ったんだけど、で、雪うなぎも釣ったでしょ。あれ、釣り終わってる人いる？全部。全部釣り、魚埋まってる人いる？これペガサス号かな、この2枠。釣り勢いない？俺さ、なんだかんださ、いつも思うけどさ、人で人で釣ってない？人がいるのね。とりあえず、モフニャンウニと、
雪うなぎがペガサスで、あとなんかあれもいたよな。なんか、あれあれ。これ骨なし下びらってやつと、青ほ、ホチタチウオってやつもそうだし。クリスタル人で、ペガサス。あ、ペガサス行きゃ、必然的に人手を先に探して、もう一匹見たことなかったらここだね。俺さ、このクラゲをさ、水槽に入れたいわ。なんでクラゲをさ、干渉にしなかったんだろうね。これモフニャウニとかさ、このクラゲとモフニャウニ干渉にしたらめっちゃ映えるじゃん。なんでこれを干渉にしないでさ、なんか、黒いラゴンチーズみたいな濃いやつとかさ、この、雪うなぎと言いつつなんかほぼほぼ濃いだしさ、濃いっていうかアロワな。なんかエピック用の水槽を作ってくんねえかな今度。さらにちっちゃいやつ。巨大水槽、大型水槽。何巨大、大型ときたらちっちゃい水槽、小水槽魚を探しに行こうか、じゃあ。ルアー補給してこう、ルアー。あ、何気にもう少しで8時じゃん。今日もあれが始まるね。エリート戦場が。今日もこの時間がやってきました。エリート戦場。そしたらコード爆破にしよう。この運勢完全に、もう爆破体制にするわ。完全爆破。普通に撃ったも爆発するし、弱点に当たっても爆発するし、連続爆破もするし。もうやばい、爆破祭りだよ。もう爆破に爆破。チップ。もうチップな、偏らせたから足りねえんだよな、ほんと。だがしかし、この青チップは今、ペット券を買うために今貯めとるから今。使ってはいけないのだ。貯めているのだ今。今247か。300は欲しいな。一応買えるとこ、交換できるとこはさ、交換したんだよね。探索とかここにもう5枚交換したし、もう18000しかないわ。他でもなんかね、交換したんだよな、どっか。今週のやつ3枚。大体お願いします。いいよ。エリート行こう、エリート。あとないかな、どっか。ないか、もう。そしたら今さ、ログインしてる方でできる方、8時1分になったら、エリートエントリー押すから、よかったら、押してみて。敵になるかもしれないし、味方になるかもしれないし、それはわからんけど。それはわかりませんけど。ぜひぜひ、スナイプみんなで、こう、わちゃわちゃ遊ぼう。あと一応疑問にお答えする枠のね、今日パート1としてやってるからね。何か質問等あればお気軽に
どんどん気軽にコメントしてください。これどうやんの、これはみたいな。ちょっと今更聞きづらいんだけど、これはどうですかねみたいな。何でも OK です。ファンダが分かんなかったらね、分かる人が多分きっと誰かしらいると思うから多分ね、誰かしら多分分かるから、全く分かんないまま終わるっていうことは多分ないと思う。誰かしら答えてくれるから。気軽にどうぞ。あと、今からちょっと8時からエリートに、サーバーの垣根を越えて、マッチングのね、ちょっとその仕様を使ってね、やろうとしてるんだけど、残響とか他のデイリーとか終わってなかったら全然言ってくれたらね、超新星であれば手伝えるので、それもまあ気軽にどうぞ言ってください。さすがに残響はね、同じサーバーじゃなくてできないから、あれなんだけど。さあ、俺はできればね、敵に回ってくれた方がいいんだよな、探しに行くから。探しに行くから。なんかエリート戦場とかさ、カスタム要素があってさ、自分の希望した人しか入れないとかあったら、鬼ごっこできるじゃんね、みんな人間だからさ。そういうのやりたいな。ヴィーナスバトルパス入れるの。それは結構ね、前からいろんな人がね、言ってる。マッチングしないのにそもそもマッチングしなくて、勝てる勝てない以前に、できないのになんでそこに入れてんのって。で、要望があって、その要望に対して、なんか運営さんも、なんかその、調整しますとか、クロスプレイになったら改善しますっていう話になって、で、いざクロスプレイ、まあ統合してみたら、全く改善しなかったと。で、そのまんま出入りに入ってるから、結構ね、みんな不満の声上げとるね。多分言うてね、そう言ってもっていうもんだよね。まあ最初から多分そのランダムで決まる仕様になってるだろうから、部分的にさ、そこだけマッチングしないっていうことを事前に分かって抜くっていうことはできないからさ、まあしゃあない部分はあるかもしれんけど、何か補填は欲しいよね。パンダ結構さ、データとヴィーナス、まあ最初の子すんげえ負けまくってたけど、楽しんでやってたから、できないのがちょっとしんどいからさ、早く改善してほしい。20時1分。うん、20時1分。1分になったら押す。たまに見逃す時もあるけど、ちょっと遅れるかもしれないけど。そう、カウンターダウンの時計をね、探すの忘れてたな、そういえば。多分一番無難な携帯だよね。みんな携帯見ながらやってた方が多分。ここで表示しても時計がラグってたらさ、意味ないから、携帯の時間に合わせた方がやっぱり一番まともだと思う。さあ。でもなんかね、世界共通の時計があってさ、みんながそれ見てると、それは秒単位で秒読みできるから、すごい楽なやつがあったんだよね。来た。いた。あ、いた。味方かよ。敵に行かないとダメでしょ。敵に行かないとダメよ。敵に行かないとダメだよ。味方に行っちゃう。あ、ソラさんはまだログインしてない？
ソラさんはサーバー一緒だから、ソラさんをパーティーに入れて、いけば、敵になる確率が上がるんよ。エリートにいる？一緒に行こうよ。あ、いけ。なんかめっちゃがっつり取られてんな。がっつり取られすぎてね。なんか D が全部取られてるじゃん。C を取り返したこれ。多分取り返しに来んな。E に行ってるから B と A を先に取っちまいたいな。B いないか。無人だ。どこにいんの今。どこにいんだ？あ、いた。D。E にもいる。それ。A は取り返した。多分 C にも多分流れ的に来るから、先に C に行くか。あ、C 取られてんじゃんもう。遅かった。ナイス。あら ?D と E に散ってるな。これは先に、誰か C 残ってほしいな、ちょっと。あ、来てるわ、もう。見えない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 。死にゲーム頑張れ。いけるいける。おー、べべべべ。B と A さえ守ったらいける。さすがにね、今の段階で取られちゃうと家庭追いつけなくなるから、A をまず取って、D 開けて、あとは、シッシュ。あー、B 取られた。うわ、最悪。ここで B 取られるのはちょっとやばいな。
てんな。よっしゃ、ビートった。すげえ。おお。いやー、あ、そういった。道連れしたぞ。シッシュ、シッシュ。ああ。あ、ソラさんいた。ソラさん敵だ。敵にいる、ソラさん。見つけてしまった、俺は今。やられた、ソラさんに俺。ソラさんが敵にいます。これはもうソラさんを探しに行くゲームになりましたね、今ね。いたいた。よっしゃ。ギリ生き残った。誰か俺を回復してくれ。誰か俺を回復してくれ。これは無理だ。HP がない。もう。シールドもね、HP もね。いて。やべえ、これは。抑えてんな、めっちゃ。あー、負けた。結構ダメージ出したぞ、俺。頑張ったぞ。パンダ MVP じゃん、こっちの。イエーイ。イエーイ。イエーイ。パーティー MVP はパンダなんです。頑張ったぜ、頑張った。パンダソラさんにパンダ殺されたからね。パンダさん殺された。いや、その前にパンダやられてるから、ソラさんに。突然目の前に、だってソラさん、いや、ソラさんいると思ってやられた。大吉さんに昨日パンダさんに教えてもらったオートシャイン使ってブレデビューしたん。ナイスナイス。ブレーはね、コードもね、考えなくていいからめっちゃ強い、楽だし。あ、ちなみに12分になったら押すよ。一勝一敗。ちょっと、ソラさんはね、ちょっと勝負決めなきゃいけないからな。パーティー組んだら味方になっちゃうから、完全に。12分になったら落ちます。押します。ちなみに、ブレード恐怖は表裏6点セットで大丈夫だよ。フルセット。そう。真夜中より火力出るし、キル取れるし、びっくりです。そうだ、ブレーはね、火力はめっちゃ出るし、2、3万ぐらいの差だったら、全然
通せるんだけど、とっさに当てれるかどうかっていう問題があるから、乱戦はめっちゃ練習が必要なのよ。何の6点表裏。デバフがついてるやつ。自分に対してデバフがついてるやつ。外れた？俺最初見なかったわ。味方にいた誰か。表裏6点セットはさ、茨とかあるやつ。わかるかな？スキル使ったらシールドが減ってくとか、火ダメ 5% アップするとか、まあ、自分のダメージを食らいやすくなるとか。よっしゃ。あ、これボットじゃね？外れた？多分これボットだよ。ほら。ボット戦。あ、違う。違和感塾は、メインのやつで、それじゃなくて、表裏っていう、なんかね、コードがあるんよ。まあ、使うときは違和感塾をつけるんだけど、ブレイは。そのデバフを全部なしにするために。なんか通常よだめ 20% アップみたいなやつとかつけたり。あ、そう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 。違和感除去。まあ、違和感除去をつけなくていいんだったらめちゃもっとダメージ出るけどね。まあ、すんげえ瞬間的にダメージ食らうけど。俺多分表裏6点セットで違和感除去つけなかったら速攻死ぬ自信あるわ。マジで。マジで速攻死ぬ自信しかない。まあ、遊ぼう。ああ、そう、遊びに行こう、これで。そう、スキル使えば使うほど減ってくからさ。だからほぼほぼシールドがゼロの状態で、なおかつ火ダメージが 5% アップするから、すんげえ勢いで HP 減ってくのよ。バーン。環境12で使うための練習。で、誰か撃ってんな。バーン。長いな、ボット戦。
誰か B 取ってないのか B。長いぞ。ダメだ、遊んでたら終わんない。やっぱあれだな、運命入れた方がいいかもな。瞬発火力がないな、多分。爆破はめっちゃするけど。爆発。あ、何こいつ。何なんか爆発する代わりに、なんか壁の中にいねえ誰か。これ、誰か壁の中にいるんだけど、これ。壁の中から撃たれてんだけど、これ、ここにいる、これ。誰かいる。ここに誰かいる、これ。ここに誰かいる。なんか瞬発火力がめっちゃ落ちてる気がするな。それがボットだけど、異常に防御が高いのかな。終わった。悩むな、これ。弱点。ボス戦だったらでも弱点、命中時に 11.5% の角で爆発が発生する。11.5% で爆発だから、あ、でもやっぱ運勢かな。こっちの方がいいかな、やっぱり。こっち 33% で 8.2、3秒ごとにだからな。こっちの方がまだマシか。これ将来的になんか 50% 超えたら結構すげえな、これ。ちょっとさ、困ったで。さあ、何やろう。強化したいけど全然強化ができない。今月は一応27日にガチャ回すでしょ。来月初めにシールド再構築やりたいな。貯めなきゃ。シールド再構築いくら使うんだっけな。4個だったかな、固定。あ、4つか。1回回すのに4つ。で、今、使っちゃわないの30個作ったから、だから10連するためには40個固定プラグが必要。まあ、せめて10連だな。10連はやりたいね。10分の1で出るかどうかわからんけど。10連だったら来週、近海で20個、200個買ったら、そのうちの10個を固定プラグにすれば、まあできるか。よし、来週再構築やるね。今週はもう、お目当てがね、新ペットと、新武器と、チップの再調整があるから、それをね、あるのに、詰め込んでもしゃあないんでね。ちょっと待ちましょう。
いやー、今回強化できるかな。何かの間違いでレンジャー来てくれたら嬉しいな。何かの間違いでレンジャー一体来てくんねえかな。そしたら15.9% になるから、9% 上がるからな。違うわ。16.8% になって、弱点に命中すると、レンジャーのエネルギーが11.2% 回復だから、ここも強化してあげたいんだよな。でもな。結構コードのさ、コードについて何が強いですかって結構質問くんだけどさ、コードに関しては答えづらいんだよね。何か秘密にしてるとかじゃなくて、使ってる武器と、現在のステータスがわかんないと、何が強いって言えないんだよね。俺が使ってるのこれだよっていうのが簡単なんだけど、なかなか難しいよね。お前何が難しいねって言われそうだけどさ、単純に今さ、大吉さんが言ってた、ブレーンにつきやすいのは、表裏6点セットなのよ。つうか、表裏作ってなかったっけどっかに。あった。この表裏6点セットに、この違和感除去っていう、そのデバフを無効にする。この赤い文字が全部デバフなんだよね。自分に害のあるもの。あれ表裏6点セットじゃないのこれ。違うのついてんな。2個だけ。まあ、自分の好きなように組み替えてもいいんだけど、まあ、表裏4点だけ入れば全然。その中でも代表的なコードがこの茨道っていうなんかこのコードで、スキーのクールタイムをマイナス16%、まあレベルによっては、まあ20%ぐらいかな。短縮してくれるのと引き換えに、スキルを使用するたびに、自分の最大シールドの15%を消費する。これ、スキルを使用するたびにだからね。1回使用したら最大値が15%減るじゃなくて、1回使用することに15%消費してって最終的に0までいくから、結構何か集団戦とか強い攻撃をしてくる敵の時には使うと、マジですぐ死ぬ。で、なおかつ、結構ね、シード系のやつは類似してるやつが多くて、これは通常攻撃のダメージを13.7%増やすことに、増やすと引き換えに同じく最大シールドを1%表示する。最終的に0になる。まあ最終的に0になる同じだから、まあ0になったら一緒じゃねっていう感じなんだけど、この集中っていう表裏は、まあダメージ10%になると引き換えに非ダメージ5%。つまりシールドがなくなった状態、受けれるステータスって防御しかないわけよね。防御が低かったら、もうあっさり HP がどんどん削られてって、もう死んじゃうから。パタってほんと、火力があって、なおかつ連射ができるファルコンとか、もしくは、真夜中みたいに爆破ダメージで一気に削られるものがあったら、もう何もしないまま、何されたか分かんないまま死んでいく。なので、まあ使うときは、まあ、このデバフの影響を受けなくなるっていう違和感除去っていうのをつけてもらえれば、まあいいとこだけ使えるんだけど、現在はもうね、なんていうかな、他に強いものがいっぱいあるわけよ。例えばウルトラの防具持ってる人とかだったら、このスキルヘイスト、まあクールタイム短縮とかの要素が頭についてるし、回線も他で上がるし、まあ、コードで言ったら回転率上げだったら、もう一種類のこの自転の起動っていうものを使うと、まあ発動系の効果がアップするっていうのがあって、まあこれやると、なんか爆発系だったり、まあなんか何パーセント発動しますっていう、要は攻撃力上がりますとか、
会心上がりますとかついてるものが、さらに効果上がるんだよ。なので、わざわざ、なんだっけ、名前忘れちゃった。違和感除去でデバフを無効にできるとはいえ、そこまで優先的に使うものじゃなくなってきてるから、ぶっちゃけ属性とかを上げれる時に関しては、時点の起動を使って、まあ、属性を上げれる方法だったり、爆破ダメージだったり、そういったものを組んだ方が強くなる。ただ、属性関係なしに火力を出せるプレイの方向とかはもう考えなしに、もう表裏セットで積んだ方が、まあ安定して結構ダメージ出るから、そのスナイパー系に抵抗がなくて、そのエイムというか、なんだろうね、その練習とかを別に苦じゃないっていう人は、もう初心者の方からプレイを、まあおすすめしてもいいくらいの強さを持ってるよ。俺はスナイパー苦手だから使わんけど。コードはな、ほんとな、僕が深いからな。でも本当にコードってぶっちゃけ何やっていいか分かんなかったら、正直ね、ここにおすすめとしたら、この、何これ、高頻度回転率上げるのかなこれ。これは別にいらないな。このスキルダメージ特化とか、会心の汎用性のものとか、この表裏6点セットもあるけど、これをとりあえず使ってみて、自分に合うやつを探しても全然いいと思うのね。なおかつ、このトッププレイヤー推奨ってやつを押すと、その時に自分が装備してる武器のコードを今現在使ってる人が何名か選ばれて、これ全部見れるんだよ。まあ中には多分同じものを使ってる人いるんだけど、ここから、まあ試しに使ってみようって言って何個かピックアップして、まあ、自分に合うやつを探すでもいいし。結構コードに関してはね、なんかこう、みんな秘密にする人もいるけど、大体ね、突き詰めていくと最終的に同じになると思うんだよね。大体同じ。ただ一番注目してほしいのはステータスだよね、ここ。このステータス見たときにスキルダメージが何パーあるとか、非ダメージ軽減が何パーあるとかで、まあダメージが出るのか、耐久が上がるのか、違ってくるし、属性値がどんくらいあるかでダメージも大きく変わるし。ここによってね、コードを変えたいとかも、ぶっちゃけするんだよね。で、最終的にコードを変えるとなったらチップも変わってくるから、まあ、独断と偏見。みんな違うよ。俺も、それ違うよって言われるからよく。そのチップちょっと間違ってんじゃないとか言われるけど、ぶっちゃけ間違えてないんだよね。攻撃上がって防御が下がりました。スピードと攻撃優先したら防御が下がったけど、よくよく見たらスキルとか他の弱点のダメージが上がってますとか、まあいろんなことが考えられるけど、正直、強い人がやってたらそれ正解って言われがちだけど、自分で考えたものが正解なのよ。あ、それ弱いよ、間違いでこうやった方がいいよってアドバイスされて参考にするの全然いいけど、なんか、それ間違ってるよって言われてるに対しては別に自分はこれでやりたいって決めてやってるわけだから、それは間違ってないから、それはもう自信持ってやってほしい、俺は。だってそんな、最初から答えしててさ、やったところでつまんないしさ、自分でこう工夫してやってったら、あ、ダメージ上がったっていう方が嬉しいと思うんでね。いうこと言う。俺も結構ね、それ違うよ、間違ってるよ、めっちゃ言われるんだよ。で俺は俺で、でも、見てんだよね。ランキング上位の人たちの、何の装備してるかとか、何のデータ融合でつけてるかとか、どういう風にチップを配分してるかって結構見てるんだよね、いろんな人の。で、ちゃんとその時は詳細も見て、あ、この人はめちゃくちゃスキルダメージ高いわとか、攻撃高いわとか全部見た上で、その人はこういう風につけるんだねっていうのを、ちゃんと見てから自分と照らし合わせて、そもそもチップの量が足りないし、同じ数値は近づけられないから、
それだったら最低ここだけ伸ばしたいなっていうのを考えてやるんだけど、でも、正直そのチップがいっぱい持ってる人とか、データ融合すごい成功してて、金の固定がいっぱいついてる人たちが、それ違うよって言った時に、その人から見たら、根本的にステータスは違うのよ。その、ステータスが違かったら、もう、最低限の、全部装備外した時のやつ見たらわかるけど、もう砂繰りの状態で負けるから。そんなさ、最初から背高いのに、全然追いついてない人に、それは違うよって言われたところで、単純に攻撃上げたけど、他が全然ステータス足りなくて、ダメージ結構出ませんでしたとか、属性足りないねとか、普通にあるんだよね。全部同じ数値だったら大体同じダメージ出ると思うけど、そんなことありえないじゃん。まあ、いつかはそこまで行くかもしれないから、まあ、俺はこういう風にやってるから絶対この方がいいよって言われたステータスとか、大体覚えといて、自分が、ステータスに近づいた時、あの人はあの時このステータスぐらいで、設定してて、めっちゃ強かったなっていうのを思い出して、それを参考に組めばいいのよね。ただ現時点ではまだ全然足りてないし、同じくやったところで使いこなせないから、自分でやりたいようにやろう、みたいな。ほんと、それがモチベになってくから、あえてなんか、確かに強い人に言われたら、思っちゃうけどね。あの人強いから、まあ、あの人言う通りした方がいいかなと思うかもしれんけど、人は人なんで。あくまで参考、参考。参考にしてても全然わかんなかったら、まあ真似するでもいいよ、一回。一回真似してみて、なんかダメージが出るのか、まあスケールの回転率が上がったのか、下がったのかとか、自分なりに分析してって、活かせるとこだけ活かせりゃいいの。大体みんなね、同じコードになるから。変わるのは、攻撃がついてるのか、防御がついてるのか、シールドがついてるのか、みたいな。みんなで楽しんでやろうぜ。課金が必須って言われたらもうそれまでなんだけどさ。俺は結構負けず嫌いだから言われちゃうと、いつか抜いてやろうっていうので、結構無理しがちなんだけど、課金したから強くなるかってそうでもないから、使うんだったら、ある程度、なんだろう、波がなくて、確実に強くなれるとこに使った方がいいよ。負担も少なくて済むし、精神的にも削られないから。なんか10万円課金したのに全然強くなりましたってザラにあるからさ。さあ10万円使って、確実に戦力上げるところどこだって言ったら、まあ、チップを買うなり、S バトルスーツのパーツを買うなりってとこだよね。ペットとか、ナノコアとか、あとは遺産とか、あの辺ってもうプラスアルファなんだよね。まあバランスよくできたら一番いいんだけど。パンダも将来的にはな、20万くらいは行きたいよな。もともと15万が目標だったけど、15万は達成したから、20万をパンダは目指しますって。なんだ、これもか。現在17万まで来たから、あと3、あと3万。3万なかなかすげえな、3万も。まあ、とりあえず何かね、こう、戦力アップとかパンダが分かる範囲であれば全然お答えするのでね、質問どんどんしてくれたら、まあ何か必要だったら一緒に考えるんで、どうぞお気軽にコメントしてください。
でも今日あれだね、でも今日、昨日まで結構始めて間もない人がいっぱいいたから、そう、質問に答える回にしようと思って配信つけたんだけど、今日全然いないね。いないね。なんかもうズコーって感じなんだけど、俺的に。金曜日やっぱみんな遊びに行っちゃうかな。まあ遊びに行った方が、まあ、リアルを充実させた方が、俺はいいと思うから、あれだけど。何か質問あればお気軽にどうぞ。今日はレスキュー作戦が終わったら終わります。S バトルスーツのかけろ ?S バトルスーツのかけろってなんだ？あ、S バトルスーツパーツね。かけらじゃなくて。びっくりした。かけらってなんだと思って。パーツ。パーツは、残響とか、カオス理論とか、あとは曲線の遠征とかを毎日こなして、毎週1枚ずつ、まあ1ヶ月4枚ずつ集めていくか、あるいは、毎週2回、もしくはギルド戦後にあるギルドオークション、もしくはワールドオークションで買うしかない。で、課金を全然全くしないよっていうんであれば、その暁ポイントで交換するしか方法はないね。あとはイベントでたまに配布されて無料でこうイベントガチャを回せる機会とか、そういう時に集めるしかないので、結構大変だよね。1ヶ月に4枚しか手に入んないって言ったら、普通に1年間ずーっと頑張ったとしても、48枚か。で、その間にイベントがあって、ワンチャンこう運よく手に入れたとしても、だいたい2年ぐらいかかるっていう計算になるよね。運絡むけど。で、その間にちょっと課金ができますよっていうのだったら、こう、たまに来るお得パックの中に、その、レジェンダルチップの箱と、バトルスーツパーツの箱があって、だいたい9枚入ってんのかな？ 1 セット。で、2箱買えて18枚まで買えるから、それを買うか、ワールドオークションで1枚に200少額で買える。運良ければ買える。で、そこを運よく買えるところを狙って買うか、ある程度入札競い合って、まあ、ちょっと高上がりになってしまってもいいやって言って、まあ、240昇格とか、1万円に240昇格とか、まあ260とか300とか、まあ確実にそこで買いたいって言って集めるでもいいし。今のところね、そこしかないんだよね。一番すごい波が大変なのはウルトラ連盟補給っていう、1個198昇格の、そのルーレットできるやつもアイテムもあるんだけど、あれはバトルスーツパーツ以外にレジェンダリーもあるし、ペットチケットも入ってるし、金塊もあるし、もうめちゃくちゃね、波が荒いから、それやるくらいだったら、普通に、青い昇格を、まあ、探索とか、その任務とかで集めて、もしくはちょっとだけ課金して、月パス買って、普通の連盟補給を買うとかね。連盟補給買うと、エピックチップも手に入るし、ペットチケットも手に入るし、運が良かったら、ウルトラ連盟補給の金色の方のルーレットも手が当たるから、まあ、無課金で突き詰めていくんだったらそっちも一つの手ではある。あとはもう完全に無課金か、美課金か、課金そもそも、まあやるんだったらやるっていう覚悟を決めてる人か、それでね、道が違うから、スタートはそこだね。もう無課金でやるって決めてるんだったら、暁ポイントを死ぬ気で貯めて、毎週忘れずに交換する。結構ね、イベント打ってくれてるから、まあ、運絡むけど、無課金でもね、バトルスーツは大丈夫だと思うんだよね。俺も最初ずーっと無課金で地道に貯めてたけど、ウルトラ連盟補給とかで結構当たったりとかもしてたから、
まあ、狙うなら、クリスマスと正月かな。何かしらやってくれそうじゃん。クリスマスイベントって言ってなんかこうプレゼントでめっちゃ格安の課金に寄ってくのか、なんかルーレットで無料で何かアイテムもらえるか、もしくは正月にお年玉的な何かがあるか。まあ15枚。まあしゃあないと思う。それは。結構ね、無課金でやる予定だったけど、S のバトルスーツ1体だけは欲しいって言って課金してる人もやっぱいるし、中には。その時大体ヨットゥンが選ばれるんだけど、まあ万能だからね。俺も今さ、最初にヨットゥン交換して、で、ミコト、長立ち持ってるミコトが出た時に、ミコトに切り替えたんだけど、やっぱりなんか使いやすさっていうのを考えてヨットに戻してんだよね、今。で、戻してみて思ったことは、正直、PVP 以外、バトルスーツ使わなくなってきたのよ。ダメージ量が、そんな変わんなくなってきた。自分は、オリアルコアイボルキムラした。おかえり、マネキコさん。一体は欲しい。まあ一体は欲しいよね。だから、絶対我慢できなくなってくると思うから、まあ俺、ぶっちゃけね、無課金で、完全無課金で、セラフィム一体で、やるでもう全然いけると思うんだよ。俺欲しくて、俺はみんなが自慢してくるから、使いたくて頑張ったけど、今となっちゃ、バトルスーツで起動した方がダメージ落ちるっていう、なんか不思議な現象起きてるから、なんでわざわざ機械をまとってるのにそっちの方が弱いんだよ、みたいな。そう考えたらバトルスーツなくても強くなれるんじゃねっていう結論。だったら無課金の人も、そのバトルスーツが手に入んないけど、他の要素をちゃんと探索とか、頑張って強化も重ねていったら、結果的に同じとこまで来るわけだから、バトルスーツなくてよかったんじゃねっていう結論なんじゃないかっていうふうに思ってはいる。ただバトルスーツも、あと下に4枠残ってんだよね。ここに。4枠残ってるから、これからどん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 デザインされてってさ、新しいのが入ってくると思うからさ、このヨトゥンとミコトを作った人、有名な方が、おそらく今後もデザインすると思うんだよね。だからまた、今までこういろんなアニメ見てきたアニメとか、そういうゲームとかやってきた中で、自分の好みのなんかロボット像っていうのがあると思うんだよね。それがたまたま自分の、趣味とか、好みに合ったやつが来る可能性もあるわけさ、今後。いや、めっちゃかっこいい、これ使いてー、みたいな。あとはその時我慢できるからね。バトルスーツさ、完成する前に、だったら、リセットできるのよ。パーツを消化してって、まあ、頭とか腕とかこう、部分的に解放していくんだけど、100%完成する前やったら、リセットして、その使ったチケットを他に回すことができるのね。ただ、完全体にしちゃうと、それができないのよ。だからワンチャン、なんか解放しようと思ってるバトルスーツがあって、ギリギリのところで踏みとどまるっていう可能性もあるんよね。ずーっとこう、こいつを解放しようと思って、パーツをね、使ってきたけど、突然なんかデザインして新しいバトルスーツが出てきて、いや、めっちゃこっちかっこいいじゃん、みたいな。まあ、そういう時は切り替えることができるから、まあ、望みを捨てずに頑張ってほしい。まあ、頑張ってほしいっていうか、俺は運営さんにも頑張ってほしいけどな。俺なんだかんだクリスマスと正月イベントくらいは遊び場でやりたいからさ。このゲームや始めてさ、せめて全部の季節感のイベントはやりたい。2年目はないかもしれなくても、1年目ぐらいは頑張ってやってほしいなって俺は正直思ってるからさ。運営さんには。
このゲームはどうなんだろうな。俺ゲーム性は好きなんだよな、マジで。まあ、レイドとか周回要素とかをもっと増やしてくれたら、もっとなおいいし、スタミナなんかなくしてしまったらね、俺もずーっと延々と回ってるしな。スタミナなくさなくてもいいから、なんか、回数制限がないダンジョンが欲しいな。そう、ダンジョンクリアした時に何か報酬をもらう時にスタミナ消費されるけど、ダンジョン自体は何回もいけるよみたいな。で、アイテムをもらうもらわないは最後自分で選択できるとか、そういう感じでなんか増やしてほしいな。だから今回俺インタビューさ、希望しますにしたから、いつかね、選ばれたらその時言おうと思ってるけど、もしね、誰かインタビュー選ばれたら代わりに言ってほしいな。なんか1時間半ぐらい時間もらえるらしいから、話し合いの時間として。ぜひぜひ。さあ、今日は何をやろうかなと。家具でも開放しようかな。素材がないんだよな。あ、データが欲しいな。あ、また戻ってきたよ、ダメージ。さっき1セットしかなかったのに。うーん。毎回毎回さ、パッと見たときにさ、これ、勘違いすんだよな、これ。4と6。乗り物とか衣装も欲しいものなんだよな。乗り物何が欲しいの？バイク？これ？乗り物はね、バイクが一番いいよ。セールしてるやつ。乗り物あるセール。あ、一生これか。これのさ、メガネだけ欲しい、メガネ。あ、ムーンウォーカーか。ムーンウォーカーみんな好きね。これ欲しいわ、メガネ。メガネだけ欲しいんだよな。みんなつけてるもんな、このメガネ。あれ、車ってどこなんだっけ？あれ？車ってどこだ？ああ、ここか。こっから行くのか。あれどっから行くんだこれ。外観にビーグルがあったのか。
53%オフ。なんか気持ち俺この 53% オフずっと 53% オフっぽいけどな。なんかそんな気がするけどな、これ。あ、感染ダメージ無効果あるって言ったの、そういえば。4人で同時に乗れる。へえ。落下にはダメージがなくなる。早速。データ表示が 53% だよね。長いよね、ずっとね。これ欲しかったなぁ。このカラーリングが好きやね。白黒。なんかベース同じっぽいけどな。俺はこれが欲しいんだよな。マジね、車乗ったらわかるけど、ぶっちゃけね、バイクの方が、小回りめっちゃ効くんよ。道路とか何もないって、まあ、ある程度、岩とか木とかあったら、なぎ倒していくからいいけど、今のペガサスみたいにさ、細かい通路があったり、エレベーターがあったり、っていう結構、障害物が多いとこだと、バイクがね、めっちゃね、そのまま降りなくてもいけるから、めっちゃね、移動が楽。車はもうそもそも入れないとこあるから。だからこれ欲しいんだよね。ただこれに回す余裕がないから、たまたまショップのさ、なんだっけ、このオーロラ秘密ショップの中に、たまたまヴィーナスガチャチケットが来て、安く買えたら回すぐらいしかないからさ、ここでもあるけど、これ。それで当たればいいな、ぐらいの。いつかは当たるからさ、これ、本当に。何本だっけ、あれ ?298 いくと必ず、大当たりの白い結晶がもらえるから、何気に俺153回回してるから、だからあと140回分回すうちに1個どっかで出たら、もらえるってことかな。どっかで出たらリセットされるのかな。違うな。俺1個当たってるもんな。1個当たって一生交換してるから、だから140分の1でこの結晶当てれば、ワンチャン天井の時にバイクが買える。それを期待してる、一応俺は。課金したらすぐだけどね。課金したらすぐだけど、これに課金するくらいだったら他に課金したい。マジでこれなんでさ、これさ、これ交換しちゃったんだろうね、俺。マジでさ、これ、配布されたやつで、回したらいきなり出たんだよ。で、そのまま衝動的に衣装買っちゃったの、衣装なかったから。だから昔の自分になんでお前それ買ってんだよって言いたい。で、買った後になんかいろんなイベントが来てさ、そのイベントのポイントで全員が交換できる衣装っていうのが、なんか立て続けに出てきて、あそこで交換しなくてよかったじゃん、みたいな。めっちゃね、
後悔した、俺は。もう来てないもんね、もうね。今は夏のなんかは、ちょっと、パリピみたいな相性来てるけど、これほんと来てない、マジで。まあ、ご利用は計画的に。まあ、そんなこんなしてる間に、あれだわ。レスキュー作戦のお時間になったわ。間違った。あ、違うわ。プールパーティーだった。プールパーティーの存在忘れてた。まだかな。ゲートイベント行ってらっしゃい。みんなプールパーティーや。明日は証券士か。てっ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 てん。始まった。ブレイクダンスを踊る。すんげえかっこいい踊ってんな。なんか意味あんのかなこれ。この YouTube のさ、このさ、コメント脇にあるさ、この、びっくり顔みたいなやつとかってなんか押すと意味あるの？なんか覗いてるとか言ってた。そういや、ご飯持ってくの忘れたけど、別にいっか。何かランキング競うわけじゃないからな、レスキュー作戦は。見えなかった。よいしょ。
でん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 。お腹すいたな。コラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定められています。今日なんか誰かのさ、ツイッター流れてきてさ、まあ今 X か。なんかさ、骨付きのなんか手で持つ、なんだかわかんない。めっちゃでっかいうまそうな肉食っててさ、めっちゃお腹すいたあれ見てて。超でっかい肉。なんかモンハン肉とかさ、ワンピースに出てきそうなさ、アニメに出てくる肉とか食いたいよね。一度でいいから。現在の技術だったらね、お菓子の家とか作れそうじゃない？普通に。このフールパーティーの時間が一番長いな。おかえりー。今フールパーティーの時間です。ああ、まだかな、レスキュー。今日はレスキュー作戦が終わったら配信は終了となります。何か質問等あれば今のうちにコメントをお願いします。ででででん。なんか面白いことないかな。強化するやつもない。
バトルスーツレンタルレンタルできんの？何それ？え？課金で？バトルスーツのレンタルってなんか変だな。それ結構不満の声上がると思うな。だってバトルスーツのレンタルが許されるんだったら、そもそも最初からバトルスーツさ、レンタルでよかったんじゃねってなるよ。それを無課金税とか未課金税の救済っていうかさ、そんな感じでレンタルにするっていうんだったらだいぶ不満の声が上がると思うけどな。まあそもそもレンタルを何でレンタルできるかもよるかもしれんけど、一生懸命課金した人がさ、ってなっちゃうよね。ツイッターか。ツイッター見れるかな今。ツイッター。あ、本当だ。バトルスーツレンタル機能。これ多分まだみんな気づいてないのかな。レンタルってすげえな。あ、しかも27日なんだ。随分詰め込んでくるね、27日に。こう開放したってことで、コネクタ開放してくれたらめちゃくちゃありがたいけどね。それだったら、なんていうか、あれよね、未課金税とか他の人でも、利点があるから、いいかもしれんね。まあ大体いつかはA ランクのバトルスーツが出て、そのコレクターの解放条件を達成するだろうって予想してたけど、そうじゃなくて、レンタルができますっていうので、解放できるようになっただったら、まあ結果 A ランクでも一緒だよね。めっちゃデカデカと書いてあるわ。バトルスーツ、レンタル機能、9月27日開放って。もうめちゃくちゃ目玉ですみたいな感じでめっちゃ書いてあるわ。でっかく。これはまあ、どうなるかわかんないけど、コネクタが開放されるんであれば、なんか結構いい感じに迎え入れてもらえるかもしれんな。外れた。適当にやってたら外れちゃった。レンタルして開放。しかもそのレンタルしてる時だけ開放されるっていうだったらね、まだ、あれだよな。貯めるだけ貯めて、レンタルしてるその期間に一斉に開放して、ステータス上げて、ステータスがある程度こう求められるとこまで終わったら、レンタルしなくても上がった状態のままだろうから、それはありがたい。ぶっちゃけ。俺はありがたい。それだったら。ただ何もなくてただ単にレンタルできますよとか、1週間レンタルできますよとかでコネクタ開放しないんだったら、そもそもレンタルする意味がないから、まあ無課金の人が、臨海とかさ、青石とかでレンタルできるんだったら、まあ、今までその、テラフィムだけで用途使いたかったけどできなかったっていう人的には、まあちょっとテスト環境的な、お試し的な感じでできるから、なんか結果、蓋開けてみたらいい感じの
なんだろうね、施策っていうか、どうなんだろうな。これはまだわかんないね。蓋開けてみないと、本当に。まあ、コネクタ解放されてもどの道、あの、コネクタ強化にはバトルスーツパーツ必要だからさ、ないとそもそも強化できないからさ。大変だな、みんな。でもやっぱりなんか、やっぱり今4ヶ月過ぎてさ、やっぱ半年って結構大きな変化の時期が来るから、やっぱそれに向けて運営さんも何かこう、準備してるっぽいね、いろいろと。半年の節目にやっぱいろんなものをこう、ドーンと持ってきて、で、そっからその実装したやつを活かしつつ、1周年を目指すみたいな。で、1周年目で何かこう、また大きなことをやって、で、その先についてくる人がいるかいないかっていう、ね。今回東京ゲームショウあるのに焦りは出ないんかな。全然話流れてこないから、まあ出ないんだろうけど。俺よくわかんないんだけどさ、東京ゲームショウってさ、あれってさ、その運営する側から呼ばれた人がいてるの？それともその出店したいので、そのブース一つを、なんかその有料で借りて、個人的に行くのか、個人的に会社からこう依頼をしていく感じなのかな、運営側の。一回起動したらそこで終了。一回起動してそこで終了はなかなか、あれだな。それはそれですげえな。あ、猫とも同じだ。二度あることは三度ある。あ、なかった。おあ残念でした。まあ、どのみちコネクター解放してくれたら俺は何も文句はないわ。よいしょ。めっちゃ配信画面ラグってんな。なんだこれ。すんげえラグってる。ペガサス号は自由を先導する。おそらく正体と申請両方じゃないですかね。連盟の動力センターでは先日、新たな危険性の認識を公表しました。現在、ポラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定め。わざわざ東京ゲームショウで発表するようなすごいことはないっていうことなんかな。俺なんかもともとやってて、なんかみんなにもう終わる、このゲーム終わりだって言われたゲームから神ゲームに変化したそのゲームがあるんだけどさ、毎年出てんだよね。
だそれだけ資金に余裕があるってことなのかな。資金に余裕があるのか、例えば資金を使いたくないのか、単純に言えるようなことがないのか。本日の気温は摂氏25度から28度、東寄りの風、風力3、降水確率30%。そもそも東京ゲームショウっていつだったの？まだこれからなの？ 10 月10月の話。連盟より緊急通知が届きます。なんか俺の配信もサムネバグってんな。何なんだろうこれ。配信はちゃんとできてるからあれだけど、なんかめっちゃバグってる。せっかく作ったのにサムネが見えないとか、あれだな。みんなサムネ見えた？なんか白い背景のサムネじゃなかった？ダメだこりゃ。もう治んねえわこれ。なんで急にこうなったんだ？いつも大丈夫なのに。重いんかな？配信終わったタイミング治ってくれたらワンチャンだけど。なんか動画でさ、やってんならいいけどさ、配信でサムネがなんかバグって変なやつなってるっていうのは結構死活問題じゃないかい？なんだこれみたいな。逆にいいのかな？せっかくなんか今日のタイトル書いたのに。まあいっか。まあしゃあないよな。配信中はいくら修正しても反映されないから。まあこれで今日は乗り切るしかない。避難所各所は守りを強化してください。本日の気温は摂氏25度から28度、東寄りの風、風力3、降水確率 35%。なんかミサイル飛んでた。ミサイル飛んでた今なんか。
そらさ、パンダのサーバー遊び来ないかい？今、配信で交流ある方のみをね、今、招待してるんだけど、よかったらどうだい？連盟の動力センターでは先日、新たな危険性の認識を公表しました。現在、ポラリアンコロッサスの危険レベルは致命級と定められています。長いな、始まるまでが。始まるまでが長えな。何かないかな、買い物とか。ないな。こういうタイミング誰か売ってくれる人いないかな。ないか。頭帽子めっちゃ売れてんじゃん。高いんだよな。HP はいらないんだよな。って感じだな。今回なんかバッグ作る人いないね。まああんまり必要性ないから、まあ後回しかもしれんけど、今まで結構バッグ売ってなかった？結構頻繁に。お、なんかすげえの売ってる。1、10、100、1000万、10万、100万、420万金塊。420万金塊で、攻撃が2つついております。すんげえの売ってんな。もう富豪しか買えねえじゃねえか。地味に余ダメージついてるな。もう60万も出してこれ買う人はいないかな。特性余ダメージもセットしてたら、またワンチャンあったかもしれんけど。もうつけちゃったんだよな。そうだ。ちょっと、てってってって、あ、違うわ。お、来た。出るかな。あ、いた。いたいため。2個あるけど。そらさん2人いるけどそらさん2人いますけど。
こっちに申請しとこ本日の気温は摂氏25度から28度、東寄りの風、風力3、降水う。まもなく歴史作戦が始まります。太陽活動は正常です。連盟より緊急通知が届きました。近日、タイダルの動きが活発化しています。避難所各所は守りを強化してください。よし、始まるぞ。陥落区に異常な長かったこの待機時間が。現在24時間体制で監視を行っています。みんなどこ行ったんだ？違う、みんなどこ行ったと？みんなレスキュー作戦なのか。さあ、今日はバフ飯も持ってきてなかったから、連盟のご飯なしでどんくらい出るかだな。新たな危険性の認識をあ、電話してたの？現在お帰りなさい。ポラリアンコロッサスの危険レベルはいや、大丈夫、大丈夫よ。そらさんに申請しといた、フレンド申請。そらさんがね、二人いた。二人いた。あ、チーピピさんいらっしゃい。こんばんは。レスキュー作戦始まったよ、今。こんばんは。皆さんにお会いできてとても光栄です。新しくて可愛いおもちゃはどこにあるんでしょうか。この程度ですか。私に傷すらつけられないとは。あ、外した。ミサイル外した。そんな動くな。ああ、当たった。めっちゃ動くじゃん。あ、終わった。誰触られた？ポッシーさん？でれってってん。俺下で3番ってよ。ほらかかってこいやー。置いた。突撃。新入社。少し見くびりやれやれー。私のところまでたどり着けるとは。それではもう少し遊んであげましょう。あ、
はい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 。あなたたちが途方に暮れている姿を見るのが私は大好きでした。本当に愉快ですよ。単独で挑んで私に勝てるとでも。いた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 。単独で挑んで私に勝てるとでも。よいしょよいしょ。終わった今回はあなたたちが優れていたと見なんと弱いのでしょう。どんくらいかな。罰を受けなさい。結構出たな。思いのほか出たぞ。マネキンさんで負けた。負けた、また。いつも俺マネキンさんのすぐ下なんだよ。負けた。でも今回ご飯食べてないから。チープビさんまたいるかないるかないるかな。お疲れ様でした。いたいたいた。チープビさんいらっしゃい。チープビさんはあれなんかサーバーとか入ってるどっか。ディスコードのサーバーとか。まあギルドのサーバー以外に。います。今この配信の中で交流がある人だけを招待して招待始めたばっかりだからまだ人いないんだけど、どうですか？まだね、5人しかいないけどね。入ってません。入ってないんだ、全然。そうなんや。よかったらどうだい？パンダのサーバー。まだ5人しかいないけど。基本この配信中に顔合わせてるメンバーしか増えないからさ。まあ将来的にはサーバー問わず、まあ配信中、なんだろう、仲良くなった人たちだけがこう集まれればいいなとは思ってるけど、いいよいいよ、全然。そう、ディスコードの方と画像とか貼れるから、要は配信中にこう分かんなかったとことか、まあチャットでもいいし、画像でお互いにさ、ここに何かあったよとか、そういうコミュニケーションを取る場所になればいいなと思って作ったんだよね。ああ、なるほどね。自分のギルドのやつね。
そしたら、ちぴぴさんは、俺ツイッター知っとるから、後で招待送るね。人見知りですが、基本的にパンダも人見知りなんよ。でも主催っていうか、やってる人本人が人見知りしたままだと何も始まらんから、頑張ってるけど、基本パンダも人見知りだよ。人見知りの小心者だから。基本的にパンダ人見知りのくせにカマチョだからさ。だからちょっとね、バランスが取れてないんよ。仲間かまってほしいくせに自分は人見知りだからさ、なかなかその辺の、さあ、なんだろう、行きたいのに行けないっていう、なんかね、そのね、矛盾がね、生じるんだよね。それを察してくれる人がいると、めちゃくちゃすごいうまくいくんだよ。それを分かってくれる人が。そう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 。だからパンダは今、輪に入りたいっていうか、輪を作る側だから、頑張んなきゃいけないよね輪を作ろうとしてる側が、それやっちゃうと、逆に入りたいっていう人がいたとしても、それに気づけないから、今頑張ってるんや。まあ基本的になんかわちゃわちゃできればいいやと思ってるから。あとは、また初めて3日ぐらいの人が1人いるから、何かその質問とかあったら、なんか一緒にこう、わかる範囲で、なんかね、コメントでも画像でもいいから、なんか教えてくれたら嬉しいな。このタイミングで始めましたってかなり貴重だと思うからさ。で、今結構壁にぶつかってるみたいだから、このままね、アスリーバライフを楽しんでもらえるように、ちょっとお手伝いできたらなと思ってるんで。ちなみに、そらさんを今引き入れようと頑張ってるんだけど、そらさんのツイッター俺知らんく知ってるかな俺。あとはね、やっぱサーバー違うとさ、一緒に、普通の探索とか行動が共にできないから、今もう別のサーバーの巨大惑星の人とは、エリート戦場始まったら同時にマッチングをしてさ、味方同士、敵同士みたいな感じで遊んでるけど、まあそういう交流の仕方もあるから、別にサーバーが違くてもいいかなと俺は思ってるんだよね。まあ情報交換の場として。ただ、一つ前提条件が、この配信の中で交流ができて、みんな顔を合わせてるってのが条件だから、そこだけは絶対ブレないように。それを自由にしちゃったら、まあ普通の公式ディスコードサーバーみたいにさ、何でもかんでもわちゃわちゃなってわけわかんなくなっちゃうから、あくまでこの配信中に、話ができた人だけを入れるようにするので、よろしくお願いします。そらさんおるかな？そらさんいる？そらさんのツイッター知ってんのかな？知ってたらそこに送りつけちゃうけど。これっつって。これか。よいしょ。リンク貼って、CPP さん、出て。バグで、ボス途中で消えて消えないって、そんなことある？ボス逃走したじゃん、どっかに。チーピピさんには申請送ったよ。あと、ソラさんに送りたいんだけど、ソラさんのツイッターか何か知らないので、パンダのツイッター見つけて。
あと何やろうね。今日のさ、やることはもう、あらかた終わったから、忘れてた、これ。何計算の送りつけとか。何も聞いてなかった。パンダのこの配信中に、交流できた人のみを招待してるサーバーが裏にあるので、その招待について話してたよ。サーバー問わず、この配信中に交流ができた人だけをね、招待してる。で、現在今5名じゃない、今6名になった。今、チーピピさんが入って6名になったね。ただ、ディスコードだから、もしやってなかったらあれだけど。どうだいああ、了解。そしたら、それに、招待コード送るわ。招待コードとか URL。まあ、自由に使ってください。さっき一緒にエリートやってた人も招待したいんだけど、サーバーが違うからね、そこがね、どうなのかなっていう感じで、まだ招待してない。話はしたけどね。今、ギルイベやっとるから、いないけど多分。スキルダメージを上げてもまだしょうがないもんな。射撃場。そしたら今日の配信はこんなもんかな。なんか、今日予定にして、一番の予定ができなかったけど。質問に答える配信パート1はなんか、答えないまま終わったね。一応質問に来てた再構築と融合データについてちょっと触ったぐらいで。あ、自己紹介ありがとう。今日はこんな感じで終わろうか。今後ね、一応、始めたての人が増えたっていうこともあるので、まあ、質問に答える、まあ、Q&A 的な、何か配信をね、やっていこうと思って、今日、一応パート1今日なんだけど、今日なんかずっこけたから、まあ次回パート2あたりからちゃんとできたらいいなと思ってます。仲良くしてくれて嬉しい。こちらこそよろしくお願いします。一応今後いろいろね、配信しかしたことないから配信をメインにやってるけど、実は動画とかも本当はやりたくて、ただ動画編集の技術的な問題がね、足りなくてさ、あんまうまくできんからやってないんだけど、まあ動画とかでちょっと、こういうところがわからないっていうのを言ってもらったら、まあ短編の動画にまとめてね、やったりとか、今後、予定としてはあるので、まあわからないこととかあったら、まあ気軽にコメントに入れてもらったら、まあディスコードのグループの方でもいいし、気軽に聞いてください。動画をね、増やしていきたいんだけどね。何分さ、現状、同じペガサス号まで来てる人ってほぼほぼ終わってるから、
何が知りたいかって言ったら相当知ってんだよね。で、逆に、始めたての人は知らないことだらけなんだけど、パンダ覚えてねえのよ、今度。そんな昔のことを。だから、なんか知識的に、これを教えてくださいって言われたら、その知識が分かってたら、ピンポイントで教えることはできるんだけど、スタートからストーリーこう進めて道中に何かありましたかとか、それってさすがに覚えてないからさ、まあコツとしてはまず最初になんかワープを解放してマップを覚えようっていうのはあるけど、なかなかね、難しくて、動画をどういう風に作っていいのかがわかんないんだよね。何がわかんないかがわかんないと思うから、まず。逆にそれがわかんないと、こちらも何を、教えたらいいのかっていうのがあって、とてつもない壁にぶつかっております。ただいま、パンダ。あくまでコツとして全体的に言えることはあるんだけど、その一番最初の方って、難しいよね、逆にね。食料難民だと思うから、最初は。釣りをするとか、ワープを解放して、レベルを上げつつ、マップを覚えるとか。最初が難しい。逆にその最初教えてくださいが、多分相当高難易度なんだよね。俺最初の頃、全くさ、動画とかも撮ってなく、録画もしなくて、ただ素直にストーリーを詰めながら、めちゃくちゃ探索して、わちゃわちゃ、あっちこっちこっちもっち触ってやってたからさ、結果気づいたらここまで来ちゃったんだけど、何をどうしていいかわかんない。そう、わかんないのよ。だから今つまずいてるところを言ってもらったら、まあそこはこうだよってもしかしたら、ナビはできるかもしれないけど、最初と今って、育成方針っていうか強化方法も違うからさ、なんなら一番最初ってさ、再構築もないでしょ。融合データとか。コードも解放されたらまず、そのコード自体を素材でさ、一個ずつ解放してかなかったら使えないから、だから最初やることと中盤とまだね、変わってくるからね、なんとも言えないんだよね。相手の画面を見ながらやるんだったら全然わかると思うけど、こっちの画面は見せれるけど、相手の画面を見れないみたいな。あ、そらさんフォローありがとう。招待送るね。なので、そういう感じのね、何か質問ともあれば、質問版も一応サーバーの方に作るので、今だからこそ聞きたいとか、今だけどわからないとかあれば、全然聞いてください。まあ、全然雑談で書いてもいいし、わかる人が、その気、インしてる人が、おそらくね、答えてくれるから、俺がいなくても。まあ、そんな感じでね、そんな大型にはしたくないけど、まあ、ある程度の人が揃ってわちゃわちゃしてて、まあ、チャットが賑やかなのか、ボイチャが賑やかなのか、それはおいおい見ていくとして、とりあえず盛り上がるような、ね、誰も活動していなくて寂しいギルドじゃねえや、サーバーにはしたくないので、まあ、ご協力のほどよろしくお願いします。あとはサーバーにいる人あるあるだけど、パンダが突然なんかね、サーバーの人しかわからないような、なんか特典じゃないけど、たまにね、情報公開してるので、まあ面白いこと聞ける可能性もあるよ。まあ、仲良くしてください。まあ、今後ともね、継続して配信も、ちょっとずつ動画もね、やっていきたいと思っていて、年内の目標もあるので、よかったらね、また遊びに来ていただいて、まあ、よければチャンネル登録などもしていただけたら、友達等にもね、紹介していただけたら嬉しいです。ジェイピさんよろしくお願いします。ありがとう。ではでは、今日の配信はこの辺りで終了したいと思います。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。明日は土曜日なんで、危険変異種かなをやる予定です。
チェピさんお疲れ様でした。ソラさんもお疲れ様でした。最後までありがとう。それでは皆さん、おつぱんなでした。また次の配信お願いいたします。またね。バイバーイ。